こんにちは、ウルトラマイクロマニアックスです。今日は発売されたばかりのオープンソース送信機、ジャンパー P16 の操作モードの変更チップスをお送りします。ジャンパー P16 は発売されたばかりで、まだモード2しかデリバリーが始まってません。いち早く入手したい方は、モード2を選んで購入すると良いです。というわけで、モード2からモード1への変更手順をご案内いたします。まずは、必要な工具。1番のプラスドライバーと 2.5mm のヘキサ六角ドライバーを用意しましょう。では、分解を始めます。まず、工具などを使わず、取り外せるものは全て取り外す、というセオリーに従って、送信機のラバーやモジュール、電池ボックスなどを外していきます。次は裏蓋の6個のパッキングビスを外します。そう、ドライバーは不要になったモーターの磁石などをなすりつけて磁化させとくと良いです。鉄製のビスがくっついてくれるので作業効率が上がります。ビスが取り外せたらトップにある蓋を外し、裏蓋を開けます。ここで送信機最下部にある電源コネクタと SD カードスロットのベース基板からカードを抜いときましょう。この基板がフローティングなので蓋をするとき引っかかります。次にこのジンバルユニットを外します。ジンバルの奥まったところにタッピングビスが4本あるのですが、1本はポット下にあるため、ポットの基板を外さないと、ジンバルのビスへアクセスできません。というわけで、このポットから外します。カム型のダイヤルを回して、隙間からビスを緩めます。この時気をつけたいのは、2本のビスはそれぞれ太さが異なるということ。ポット基板の上側が細いビス、下側が太いビス、間違って締め込むとタップ穴が割れますので注意。さて、ジンバルのビス外しを続けます。おっと、なぜかここだけ黒いビス、太さも長さも同じみたいだけど。ビスが抜き終わったら、コネクタを外してジンバルのユニットを持ち上げます。反対側のジンバルも同じ要領で取り外しましょう。
ではまず、左スティックから作業を始めます。フリクションプレートの3本のビスを抜いて取り外します。次に、付属してきたスティックのテンショナー用パーツ袋を開け、中から白いシーソーパーツを取り出して用意します。シンバルユニットにある金属の保持軸にシーソーの穴を通すように取り付けます。次は、リターンスプリングとテンション調整スライドフックのパーツを組み合わせます。この出っ張ったところがフックになっているので、スプリング先端に引っ掛けます。こんな感じ。スプリングを落とさないように、スライドレールの開放部からそっとフックを入れます。この広くなってるところが開放部。おーっと、逆だ。失礼。上下を逆さまに持ち替えて、開放部のところに、そーっと、こんな感じでレールの上に乗せたら、ピンセットでフックを下にスライドさせます。フックがここまで降りたとき、スプリングがシンバル下側から垂れ下がって見えてれば OK。このスプリング先端の輪っかをピンセットや爪楊枝の先に引っ掛けて、シーソーに取り付けます。取り付け完了。最後に、テンショナー調整用ビスをねじ込んで、スティックの重さを調整します。私は結構軽いのが好きです。では、反対側のスティック上下方向をセンターなしに変更します。基本的にやることは先ほどの逆の作業でシーソーやスプリング、フックを外します。
フリクションプレートを取り付けます。おや、カリカリ言うな。私はおとなしが好みなのですが。カリカリ側のプレートは緩めてるし、スイスイ側のプレートはいっぱいまで締め込んだ。もう一つの方と見比べてみると、ああ、この白いパーツはないぞ。ツルツル側のフリクションプレートは、このパーツがないとダメなんだね。まな板装着。やった、スルスルだ。さて、出来上がったジンバルを送信機に戻していきましょう。外した時の逆順の手順で取り付けます。よし、OK。蓋を閉めていきます。作業完了です。さて、ここからはハードウェアのモード変更と合わせて必要なソフトウェア側の設定を説明します。送信機のソフトウェアはモード2だと思ってますので、電源投入時は必ずウォーニングが出ます。構わず進んで SYS ボタン長押ししてラジオセットアップメニューに入りましょう。一番下の項目にモード設定がありますので、モード1に変更します。ついでに、スティックキャリブレーションも行っておきましょう。以上で、モード変更作業完了です。お疲れ様でした。